ボンジョールの皆様、おはようございます。ローマ2日目の朝8時です。今からですね、オペラ座がホテルの近くにあったので、ちょっとせっかくなので行ってみようと。オペラ座と、あとそこの近くにGoogle マップでお気に入りしてたカフェがあったので、そこで朝ごはんいただきたいと思います。カプチーノとクロワッサンを食べるのが憧れの一つだったので行ってきます。イタリア人はカプチーノ入れるのがめちゃくちゃ早いというところなので、早いと噂を聞いたので、その作る工程もね見られたらいいんですけど、はい、では2日目も楽しんでいきます。バイバイ。気持ちいい。30度ない。風が冷たくて気持ちいい。こちらのカフェも朝からスペシャルブレイクファースト、オムレツとかベーコン系のやつがいただけるみたいですね。イタリアの人寝てる？夜はあんなに出歩いてる。朝もこんなに早くていいですね。活気のある街。すごい。めっちゃ普通にフレッシュ。いちごとかリンゴとかアボカドでか。見たことないフルーツが。テアトロ・デル・オペラで、目の前には噴水があります。なんかそこの近くのカフェが可愛かったので、そこに行こうと思いますね。なんか全部ちょっと街並みの作りがちょっとずつ全部似てるから、全部通ったことある道に感じる。本当に気持ちいい。なんかイタリアってね、ゴミ箱の数、街中に置いてるゴミ箱の数がめちゃくちゃ多い。しかもちゃんと分別されてるし、普通に街も綺麗。もちろんね、ポツポツとやっぱタバコの吸い殻とか落ちてるけど、来ました。ピッカロッツ。テラスで食べましょうかね、せっかくなら。カプチーノとコーヒー、カフェエスプレッソ。This one does salami. Yes. And this one and chocolate croissant. Yes, chocolate. Yes. Okay. なんかオーダーしてから1分も経たないうちにカプチーノとエスプレッソが出来上がり、お食事提供がされました。ナイスすぎる。しかもなんか私見たことないエスプレッソマシンだったけど、なんかこれぐらいでかくて、多分一気に 4口いけるタイプのやつかなと思います。ちょっと飲んでみよう。深入りな感じの、ちょっとなんか苦味がなくってホットチョコレートに近いぐらいのコク。コーヒー苦手な人とかでも全然飲める。やっぱイタリアのコーヒーはそしてカプチーノと一緒に注文したクロワッサンショコラ、中にはですねクリーム状になったチョコレートが入っていました。たっぷり入ってましたね。普
普通のクロワッサン食べてもよかったかもしれませんが、カプチーノとはナイスコンビネーションでした。個人的にはクリーム状のチョコレートよりも固形のカリッとしたチョコレートが入ってて欲しかったなと思いました。今からどこへ行くかと言いますと、20分ぐらい歩いたらスペイン広場があるということなので、なんか今日本当は一日中雨の予報やったんですよ。だから急いで昨日あんなに夜中もソレビの泉行ったりコロッセオ行ったりしたんですけど、今のとこ雲がなんか薄くて青空も見えてるので、降るのかなというところで、昨日諦めていたスペイン広場他にもなんかちょっとローマ観光したいなと思って、で今日はホテルまだチェックアウト時間じゃないので、まだ朝の9時朝の9時なんで、もうちょっとローマを観光して4時発の、エクスプレストレイン新幹線に乗ってミラノに行きます。やっぱね、スペイン広場、イタリアのローマのスペイン広場といったら名作ローマの休日、ホリデー・イン・ローマのオードリー・ヘップバーンが演じるアン王女がですね、そちらの階段で、ジェラートを食べてるのがやっぱ有名なシーンだと思うんですけど、王道ですけどね、王道の聖地巡礼を私も行ってみたい。なんかでも階段では今ジェラート食べれないから規制がかかって、立ち止まるなと、そこで座って食べるなということなんで、一瞬パパッと写真撮って、楽しみたいと思います。スペイン広場、これでもスペインの国旗があるからそうっぽいよね。すごいフォトシュートチェンジ。はい、こちら皆様右手に見えますのがスペイン広場です。すごい思ったより、そんな感じなんや。皆さんいらっしゃいますね。立って写真撮ったり座って写真撮ったり、素敵素敵、めっちゃ超素敵やん。観光客が一気に増えてきた。はい、スペイン広場です。ちょっと存分に写真も撮ったんでこんな感じで撮ってます。なんか思ったよりたくさん人がいて、なんかその座る場所の取り合いになるかなと思いましたけど、平日っていうこともあるのか空いてますね。めっちゃいろんな各国の観光客の方がいらっしゃいます。ここがローマの休日の一番のメインのロケ地ではないでしょうか。スペイン広場にも噴水ファウンテンが今あります。なんかあれは太陽の口からライオンどっちだと思いますか皆さんは。私は太陽だと思います。かわいい。さて、私はどこにいるでしょうか。ここです。ここイタリアはこの2人乗りの車、ミニサイズの車がたくさん走ってますね。かわいい、コロコロしてて。スペ
ペイン広場上がりきった先にはこんな素敵な景色が広がっています。今から地下鉄に乗ってホテルの最寄り駅まで向かいます。今回初めて地下鉄に乗ってみます。昨日もコロッセオで地下鉄の雰囲気見たんですけど、全然紙チケットじゃなくてビザでタッチカードのタッチ機能で、クレジットカードのタッチ機能で乗れるみたいなので、それで乗ろうかな。チケットもちょっと見てみたかったけど、ちょっとお手間なので、ちょっと地下鉄初めてでどんな感じか分かりませんが、ここはスペイン広場の最寄り駅の、なんていう駅だ、なんかスペイン広場みたいな意味なのかな。こちら紙のチケットのスキャンするとことクレジットカードのスキャンするとこが別だったんで、ちょっと一回跳ねられましたけど無事に乗れました。簡単。なんかいろんな YouTube とか見て一応予習してきたんですけど、今ビザでタッチで行けるよみたいな感じだったのでよかったです。1本でこのスパーニャからセルミニ駅まで4駅となります。ここがハブの駅ですね。今地下鉄のホームにいるんですけど、めちゃくちゃ綺麗だし整備されてます。こういうあと4分で来ますよっていうちゃんと案内もあって乗りやすかったですね。日本も結構関東京急とかビザでタッチ、カードでタッチのとこありますけど、全部普及したらいいなと思いました。で出る時もカードタッチで、どこ行くん？出る時はさ、いらないの？出る時はいらなかった。はい、続いてはですね、今からバスに乗って真実の口、手を入れてね、みんなこれって取るやつをやっていきたいと思います。なんでここからちょっとだけバス乗って一旦それ観光してお昼食べていこうと思います。行ってきます。ローマでバスに乗車するときはこのように手を挙げて止まってとサインしないと止まってくれないみたいです。そしてヴィットーリオ・エマヌエル2世の記念堂も見えました。なんかコロッセオみたいな建物も見えたり、でもこれはコロッセオじゃないみたいです。今バスを降りました。今ですね、真実の口が建物の中にあるそうです。ちょっと並んでますね、人が。無料なんだろう。無料で見れるのかもしれません。このタイミングですごい人がみんな同じ方向に向かってちゃんと並べますでしょうか。無料ですね。ちゃんと整備してくれる方がいて。はい、今ですね、真実の口に、列が整列されていまして、50人ぐらい並んでるんですけど、そもそもなんか真実の口ってイタリアのローマの観光名所になってますけど、私何者なのか全く分からなくて、ちょっと説明を自分でもしながら共有したいと思います。真実の口、ボッカ・デ・ラ・ベリタというらしいです。でこれ石の彫刻だそうで、このローマのサンタマリア・イン・コスメディン教会がこちらの建物で、その入り口に設置されているそうなんですね。
で直径約 1.7 メートルの大理石の円盤で人間の顔の形をしていて、目、鼻、口が大きく開いたのが特徴がこのサンタマリア・イン・コスメディン教会の入り口にある、真実の口で、なんで真実の口かと言いますと、口に手を入れて嘘をつくとその手が噛み切られるという言い伝えがあって、これが真実の口と言われる名前の由来だそうです。中世のローマではですね、浮気や不正を見抜く、試しの儀式に使われていたとも言われています。で観光客の方、皆さん手を入れて写真撮るのがお決まりだと思うんですけど、特に映画ローマの休日でオードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペックがこの彫刻の前でシーンを演じたことが世界的に有名になったということです。つまりですね、嘘をつけない口として知られる石の彫刻、嘘をつけない口だから、この口用に手を入れてる時に嘘ついたらダメだということだそうです。なんでみんな実際に手をどこまで入れるかわかんないですけど、入れてあーみたいな顔をするのをみんな撮ってますよね。私も乗っかってそれを撮りたいと思います。でこうやって一応無料で見れるんですけど、見た感じちゃんとスタッフさんが立っていて、撮るよ、一人で来る方も撮れるようになってます。なんて素敵な街なんでしょう、ローマっていうぐらい、もう見渡す限り全部美しい、自然もあり、古き良き歴史的な建物もそのまま残っていて、素敵でした。で今ですね、ちょうどお昼ちょっと前なので、今からちょっと行きたかったランチのお店2カ所ちょっとあるんですけど、どちらもちょっと人気店なんで、もしかしたら並ぶかもで、予約はしてないので、どちらかをウォークインで行けたらいいなと思ってます。どっちもパスタとか、特にカルボナーラが2つとも2店舗とも有名なお店なので、ちょっと天気も怪しいんでテラス席がいいけど雨降ったら嫌だからどうしようかなというところで迷っておます。ちょこっととことこ散歩しながらお昼ご飯の場所に向かいたいと思います。12時の鐘の音、教会から街全体に鳴り響いてます。素敵。2つ目の鐘、何の音？大砲みたいな。2軒ランチ迷っていたんですが、選ばれたのはトンナレリでした。CA のお友達ミカちゃんがおすすめしてくれたカルボナーラが美味しいお店だそうです。で並ぶと聞いていたんですが、平日ということもありウォークインで入ることができました。せっかくなのでテラスでいただきます。Right, please. Okay, so can I get carbonara? Carbonara. Normal. Normal? Okay, just one. Do you like big portion? You like big portion or normal portion? Normal. 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 Any allergy for food? Any allergy for food? Allergy. Ciao. Ciao. Hello. Benvenuti. Benvenuti.
welcome. Welcome. Okay, so cacio e pepe. Cacio e pepe meatballs. Bowl, yes. Okay. I'm gonna give you some bread and focaccia. To share with the hot focaccia. It's olio rosmarino. Share with the pasta and also with meatballs. Okay. If one, eh? Yes, please. One. One. This one. Like it? Yeah. Okay. One for you. Yes. This one for me. And for you. For him. Sprite. For him is fries. No. No. I'm joking. It's okay. It's okay. I'm joking. Right. It's Sprite and this one for me. Where are you from? Japan. Fantastic, guys. Okay, Sprite. I give you some water also. Yes, please. Okay, that's all. Water is still or spark? Tap water. It's a filtering water. Allora, that's it, right? My name is Mamoon. Nice to meet you. I have water, Sprite for you, Sprite for her, hot focaccia, meatballs with the cacio e pepe, a special tonello carbonara. I give it 2 small plate for share for everything, okay? Okay. Thank you very much. Don't mind, I'm joking, eh? Okay, 頼みました。面白い、さすがイタリアのジョーク、イタリアのジョークいじられてましたね。ね、いじられてたね、めちゃくちゃ。No worries, no worries. Non c'è problema, non vediamo, finché non ha finito. Va bene? Thank you. Enjoy your meal. カチュエペペ、フォカッチャ、そしてカルボナーラ。これがおすすめのカルボナーラです。すっごいジューシーそう。そしてカチュエペペ、コロッケみたいなやつと、あとそれにつけたら美味しいよとフォカッチャもおすすめされたんで、これも一つ頼んでみました。いただきます。イタリアはやっぱりスプーンついてないでます。なんかチーズ濃厚で、このベーコンカリカリ、めちゃくちゃ味付けされてて、シンプルうまいやつ。ボーノです。めっちゃずっしり。こんな感じ。ずっしり、これでも1個でも結構重たいかな。いただきます。中にカッテージチーズみたいなのが入ってて、めっちゃガツンと酸味ジューシー系、うまっ。ランチどれも美味しかったんですが、思った以上にお腹にずっしりきたので、ちょっと散歩をしていたら新しいお友達、ローマで可愛い鳥さんに出会いました。ちょっと50メートルぐらいついて行ってみたんですが、人慣れしているのか全然逃げなくて、とても可愛かったです。なんていう鳥ですかね。続いてやってきたのはですね、ビットリオ・エマヌエーレ2世の記念堂です。立派すぎる、もうめちゃくちゃローマの街並みの中でも際立って目立っている建物です。お一人の方のためだけにこれが建てられたと思うと素晴らしい。なんかでもこれを上に登れるのはまたお金が別途かかるのかもしれないですが、そうですね、35ユーロかかるんですけど、祭壇で、なんかここに登るとコロッセオとコロロマーレが上から眺めることができるそうです。だからローマの街を一望できるんですって。
チャオ皆さん、私はですねローマのテルミニ駅にいます。大阪でいう新大阪駅みたいな感じですかね。ここからですねローマに別れを告げて3時間ほどかけてミラノに向かいます。なんだかんだテルミニ駅、ホテルの最寄り駅でもあったんで目印にしていてよく来ていたんですけど、ちゃんとこの駅の構内の中に入ったのは初めてです。でもやっぱりもう大きい駅だから人の流れも多いですし、この海外のこの時刻表みたいなのもやっぱりちょっと海外っぽくてね、いいのかなと思います。私たちが乗る新幹線っていうのかな、エクスプレストレインはアイタリアみたいな名前のブランドの会社さんの新幹線で、あともう1社あるらしいです。これはチケットをまたこれもクルックで予約したんですけど、どっちが選ばれるとかランダムだと思います。その選んだ時間の電車によって会社さん違うみたいな、だいたい2種類ですね。どっち乗っても大丈夫かなって感じです。またちょっと電車の様子も撮りたいなと思います。それではローマに別れを告げて、次のミラノへ旅立ちます。Dove siamo? Siamo Roma。siamo Roma が siamo ミラノに変わるという、行ってきます。さよなら。で、ちょっと新幹線に乗る前に買おうかな、軽食みたいなやつ。何にも。でもさっきちょっと山盛りのパスタとね、カチュアペペでお腹いっぱいちょっと吐きそうなので、あとさっきねコンビニでこれも買ったんです。パワーライエイド、黄色いアクエリですね。もう味は美味しい。ちょっとウェイティングルームで時間過ごしたいと思います。ウェイティングルームってあるだけでもありがたい。こんな感じね。フードコートスタイル、もしかしてじゃない？テルミニ駅の地下にですね、阪急三番街みたいな感じでですね、ショッピングモールではない、ショッピングストリートみたいになってて、もう大好きなセフォラがあります。あとキコミラノとか、あとマンゴーとか外資系のブランドがたくさん。ちょっと時間つぶしに見たいと思います。また素敵なお姉さんたちが出迎えてくれてますね。早速行ってみました。改札を渡って無事にプラットフォームに来ましたが、イタリアの鉄道かわいい。あれとかでも電車の外側とか窓とか見たらちょっと年季がある。比較的あっちのね丸い先端が丸いやつはちょっと新幹線、日本ののぞみ新幹線とかの
N 何百200系みたいな形とちょっと似てる。でも可愛いね。海外の鉄道初めて韓国で1回あるかな。でもこのこう大陸をこう南北に横断するのは初めて。ちょっと楽しみですね。はい、電光掲示板にプラットフォーム4番と記載出ましたので、急いで4番に向かいます。バイバイローマ。Trenitalia, Frecciarossa High Speed. Trenitalia. 出発しました。動き出しました。日本から持ってきたお菓子を食べながら3時間電車に揺られてミラノに向かいたいと思います。 Benvenuti a bordo di Italo 99-90 da Roma Termini a Milano Centrale. Welcome on board Italo 99-90 from Roma Termini to Milano Centrale. Il treno fermerà. The train will stop in Bologna Centrale, Milano Centrale. Vi ricordiamo che a bordo è vietato fumare, sigarette elettroniche incluse. Please be reminded that smoking is prohibited on Italo, including electronic. 24時間のローマ滞在に別れを告げミラノへ出発します。約3時間の鉄道の旅。窓の外にはですね、イタリアならではの景色がたくさん広がっていました。車内はこんな感じ。お手洗い、自動販売機も完備ちゃんとされております。そして驚いたのがこちら、コーヒーマシーン。なんとこんな種類たくさん選べるんです。しかも砂糖の量も6段階。さすがコーヒー大国ですね。夕日を見ているとすごくジーンと来てしまいました。もうすぐミラノに着きますね。街並みがちょっとずつ雰囲気変わってきました。こちらがミラノ中央駅です。アーチ状の屋根が3つ並んでるプラットフォームに何車両止まるんだこれは。すごい。ミラノに着きましたよ。なんかね、今この出口の近くの大きい、またローマにもありましたけど時刻掲示板が貼られてるこの真ん中のあたり、これ作りよいつできたんでしょうかね。この駅さん歴史がもうすごい。ここからの景色とかももうかっこいいな。こんな何車両も違う、しかも違う種類で車両止まってますよ。でなんかね、トリノとかレッコ、あとなんかベネツィアとか、行き先はみんな多分イタリア国内かな。ここから出てるのはイタリア国内、もしくは近隣のヨーロッパ諸国にも行くのかもしれない。なんか多分イタリア地下鉄もそうなんですけど、出るときは何もなんかタッチしなくても普通に出れるみたい。入るときはチケットとかピッてしないといけないけど、ここもそうですね。普通にゲートから出られました。うわすごい。なんかこれ駅
美術館やん。ここで待ち合わせとかお見送りとかってなんか素敵やね。それいや素敵やわこれ。ちょっとなんか大阪の阪急のゲートにも見えないこともないけど、なんかちょっとミラノの玄関口、ミラノへようこそという感じがしますね。さて皆様、ミラノ中央駅到着いたしました。ご覧ください。私の後頭部、鉄道3時間の旅で爆睡していたんでしょうね。寝癖がしっかりついております。このように、はい、しっかりですね起きてはいたので、窓の外素晴らしい景色、オリーブ畑だったりワイン畑だったり、イタリアならではの景色が広がっておりました。明日からはミラノを本格的に観光します。次の動画もぜひご覧ください。長らくご覧いただきありがとうございました。また次の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。